君のせいだはすごく愛されてきました。今までたくさん愛されてきた、でも一個の夢の舞台というか武道館があって、武道館が終わって活休に入って、正直武道館の後も別に活動休止しなかったらよかったじゃんっていう人ももしかしたらいたかもしれない、でも私如月の日記に書いたんだ、何が悪いとか何がいいとかは一旦置いといて、その人とか、いろんな人の気持ちの中で進んでいってたグループだから、あれなんだけど、辞めた子が多かったから良くも悪くも自分たち的にはファンの人を裏切ったとは思ってないけど、裏切られたと感じる人は多分すごく多かったと思う、また変わったやんけとか、なんかもう追ってたもんとちゃうやんけとか、っていう言葉もいっぱいもらいましたし、実際それをもらっていっぱいねもらってきて、それでも進んできてそれを愛してくれてた人もいたし、新しい出会いもたくさんあったから、それが間違ってたとは一回もマジでごめんなさい思ってません。ごめんなさい思ってないんですよ。だし2人にも会えたしね、そうで、それで結局武道館にもさ立つことができたから、間違ったとかじゃなくて、その進む中でいろんな決断をした上でこういう道を進んだんだけど、全部君のせいだとしては。だけどそういう私たちも今までいた人たちも別に誰かを傷つけたくてやってたわけじゃないから、でも誰かが辞めるために、それは多分さ武道館立った5人の時も一旦フッタンがね辞めたりとか、その前も親ちゃんとかまりちゃんが辞めたりとか、いろいろみんな経験をしてるわけじゃないですか。そういうのがあった中で自分たちは傷つけたいわけじゃないけど傷をつけてしまった人も多いだろうなとは思ってる、でもそれはごめんなさいっていうことではないからさ、おのおのね、道が違っただけ、先の道が違っただけだからあれなんだけど、そういうのがあって活動休止っていう決断をした部分があった、武道館っていう一つの大きい舞台をやったら自分の人生に悔いないって思う人も多分グループの中にはいたと思うし、だって実際そうなってもうちらがそうなってもおかしくなかったもんね、そうね、すごい舞台だったからね、ちゃんと俺もねステージに悔いないって思ってもよかったもんね、全然おかしくないぐらいすごかった、ちょっとそれより残りたいっていう気持ちが強かったのもちょっとおかしな話多分そっちの方がいいよねもしかしたら正しいんだろうね、人生の中で武道館に立つなんて何万分の1の確率とかじゃん、きっと、そこに立ったって考えるとね、それで辞める人がいてもおかしくはない状態で進んでたのね。で武道館があって、みんなそれぞれの道を話してね、多分社長と話して、結局今こういう形にはなってるんだけど、なんかそういうのもあって本当にそういう大きな舞台だったからこそ、その先のことを一回やめたんだよね、そう一回もう誰かを傷つけたくはないし、もしかしたらこの先進んでいってファンの人が傷つく時があるかもしれない、傷つかない人もいると思うし、その変化を楽しんでくれる人もいると思うし、逆にもっと期待してくれる人もいると思うけど、なんかそういうのも全部含めて一回、自分らのねハートも強くなりつつ、そう進んでいこうということで活休期間もあったんだけど、その活休期間自体も1年で分かんない、早いのか遅いのかも分かんない、こんなの多分誰も分かんない、みんなが早いって思っててもうちらからしたら遅いって思うかもしれないし、正解ないしね、そうもう活動自体に本当に正解がないと思ってる、今もうちらじゃないけどいろんなアイドルさんもたくさんいるし、いろんなそのグループによってやり方もいろいろあると思うし、だからそういういろんなものがある中で全部君のせいだとして今まで8年間全部でトータルで言うと8年から 9年間やってて、今1年間の活休を終えて、また自分たち的には本当にマジでゼロぐらいからスタートしようとしてるよね、全部君のせいだっていう、一生言ってるけどうちは曲をなくしたくないのもあるから続けてるから、誰もこの曲を歌わないっていうのも嫌だし、そのぐらい好きっていうか、思い入れが深い、音楽がね、そう思い入れが深いから誰かにはつないでほしいなと思ってるけど、別に自分の体が動く限りは自分がつなげたいじゃん、なんかそういうのはあるじゃん、多分それこそ西暦もそうだし、つれてるねの曲もそうだと思うけど、と思うから、そういうのも含めてまたスタートしたいなと思ってて、ただ曲とかそういううちらのマインドとかはマジ前向こうぜマインドは変わんないけど、本当にゼロからスタートしようとしてる。だからもう泥臭いこといっぱいやろうと思ってる、
喋ってたけどね、うんで実際そういうのも全部含めて一緒に頑張ってくれる人を今オーディションで探してるし、今何人抱えてるんだ、8人ぐらい、8人ぐらい見てるのかオーディションで、8人ぐらい、そうだね、そうね、ここ数日でもあれがあったから、8人今のところね、絞りに絞った8人ぐらいかな、8人ぐらいを見てます。もうめちゃくちゃ真剣にね、本当にね、今までのオーディションの中でも多分一番見てるね、マジで。早々に2人に合わせたしね。メイ結構それ嬉しかったよ。なんかなんて言うんだろう、信用されてんだなみたいな。わかるね。それはわかる。いや、私はずっともし入ってきて、誰かが入ってきて、うちもさ結構さ前君に対しての思い入れも強い部分もあるからさ言うじゃん、これはこうした方がいいかもねとか、前君だとこのイメージもあるから、ちょっとこっちを入れてほしいよとか多分言うと思うよ、あとライブで前出てほしいよとか言っちゃうと思うから、多分絶対に新メンバーが入ってきて一番最初にあんまり語弊なく聞いてほしいんだけど、誤解なくね聞いてほしいんだけど、一番最初にぶつかると思うね、新人さんと。それもなんか難しい立ち位置的に言ったら先輩とすごく後輩みたいになっちゃうから、あれなんだけど、ぶつかるとは思うんだよ。でそうなった時にね、そうなるからうちはいつも会ってるのよ、絶対にぶつかると思ってるから、それを最初に言うわけ。私最初にちゃんと提示してるわけ。私はっきり言いますし、例えばオーディション中でも言ったらさいろんな礼儀があるじゃない。そうね。そういろんな礼儀がある。そうね、その子が悪いとかじゃないけど、なんか鏡で見ちゃうとか、ここにうちらがいてオーディション聞いてるのに鏡で顔見ちゃったりとかさ、いたりする、たまにいるのよ。そんな人いるかいって思うかもしれないけど、別にそれが悪いことじゃなくて、で悪いことって思ってないからやりたいみたいなのがいるのよ。だからそういうのを礼儀としてこうした方がいいよね、こうした方がいいよねっていうのをお伝えしたりとか、もう本当にするよって言ってるのよ、面接で。本当にそれでもええかって言ってて、でその段階をですって踏んだ人たちと会ってもらってる。で昔はその段階でもうすぐでっかい合宿みたいなのがあったから、みんなに会う運の前にもう合宿だったわけ。だってメイとかがさ入った時にはもういたじゃん、みんな。言ったら前期の新メンバーみんないたじゃん。そうだね。だから言ったら小持が新メンバーじゃん。でも小持が入った時はメイとコテちゃんが入った時と一緒だからさ、やるぜっていう感じだった。確かに。それ以降はみんな合ってるよね、結構早い段階ね。今のその内定候補者みたいな、合ってる。それのこと最初から信用してたけどね。両方やることある。でもちゃんとなんだろうな、もう難しいのよ。だって歴がさ言ったらもううち10年ぐらいになっちゃうし、でメイが 6？ そうだね。だよね。小持なん5とかだもんね。6年目だね。じゃん。私7年目になる。そうだよ。小学校卒業したよ。してるんだ。早々にしたってそんなの。もう私中学校行っちゃったもん。中学校卒業。すげえ。私やっと16歳の乗れるよ。すごいね。頑張ろう。本当に。でも逆にこんだけ同じ場所で続けてるっていうのも結構稀だとは思うのよ。いやなかなかできないですよ。やっぱ続けることって一番大変だから。で子供メンタルに限らずだけど、やっぱり会社もそうだしグループもそうだけど、合う合わないは絶対にあるし、あと活動の中で心が疲弊しちゃう人ももちろんいる。だって別にうちらだって疲弊してないわけじゃない、ね。やっぱ言われる時はすごく言われるし、辛い時は辛いし、アホほどしんどい時はしんどいじゃん。そんなんめっちゃやったもんね。もうクソやった。もうだから逆に奇跡残ってるの。だけどそれは会社が悪いとか人が悪いとか誰々が悪いとかの話じゃなくて、しょうがないことみたいな感じじゃん。だからそういうのは
あるかもしれない。今後ももしかしたらあるかもしれない。それは活動していく上でもう分かってるよね。もう1年で平和だった1年別にないもんね。そうですね、ないかも。まあ、何かしらは何かしらやっぱ誰かがこう面ぶれしちゃうとか、そんなの全然あるし、誰かの面ぶれにみんなが面ぶれして結構人間ってね、マイナスな言葉を放っているとマイナスな言葉が生まれるのと一緒で、こう流されちゃったりもするかな。あるよね。そう難しい。人だったじゃあ多分みんなもそうだと思う。絶対にそう。考えてみたらね。絶対にそう。普通の会社とかね。そう。友達じゃないでさ、友達で喧嘩してしばらく会わないとかじゃないから、毎日会うから。喧嘩してでもそれでも毎日ずっといるからね。そう。って考えると結構多分大変な部分とかも絶対にあると思うけど、そういうのも含めてこう3月の15日までめったらダンスとか歌とかも今もその内定候補者の人たちとやってんのよ。もうでも真剣にやってます。だからもちろん新人さんもそうだけどうちらも真剣にすごく考えてるし、ゼロからのスタートになるって思ってるけど頑張ろうって思ってる。だからもうお前らには飽き飽きしたぜとかわかんない。例えばまたさ今ね武道館からしたらさ2人いないわけだけどかさねちゃんとこっちゃんが今いないわけだけど、でもそれでもやっぱり全部君のせいだを終わらせようと思ってないから、まだね。これはもうね私ずっと言ってるけど自分たちが始めたことを終わらせるのは自分たちだと思ってるから、なんか誰かが「いやもう終わってっしょ」みたいなとか言ったとしても終わってないんですよ。その人の意見は知りません。聞いてません。見ましたけど聞いてませんし、いいやって思ったら、うちらが終わらせたくないなと思ってやってるし、あとまあ終わらせたくないって言うと言い方おかしいけど楽しいからいるんだよね。そうね。そう全君のライブが楽しいからいるし、なんかなんだろうね、いろんなさ、メイトはさ一回夏ぐらいに喋ったけどさ、いろんな夢があって進んでいいと思って。全君もそうだし NSAB も聖域もそうだけど、なんかどのグループがっていうわけじゃない。私はずっと思ってるのはどのグループがってわけじゃないけど、子供メンタルで出会った人たちの居場所をずっと置いときたいなっていうのはある。帰る家みたいにしたいだけっていうのはすごくずっと思ってるし、ビル建てたいってずっと言ってたぐらいだからマンションねぐらいだし、あとはみんなが好きなグループのこと好きじゃん、好きなグループを続けられるなんていうんだろうほど売れたい、全員で売れたい部分があるけど、うちはやっぱ全君がずっと言ってたから、泣いてるごめんね逆に泣いてね、もはや泣いてる。しかもくしゃみがもう逆に泣いてる。もうじゃあもう泣いてるずっとくしゃみ我慢してる顔でずっとここにいるのかなと思ってちょっとごめん失礼ごめん。いやだからそういう自分の夢もあるし、あと全君としてまだ叶えたい夢もある。これはなんか話したけど、話したけどそれはやっていきたい。でもお互いなんか言ってよね。全君の次のメイの夢何とかあったよね。アニソン。そうアニソンしたいとかね。アニソン主題歌とかエンディングとか。確かに。可能性は。俺の夢。可能性はね。だってなんやかんやで武道館行ったんだからさ。なんやかんやでさ頑張り続けたら可能性はあるよね。やめたらほらやっぱ終わりだって先生言ってるし。やっぱなんだろうね、いろいろやっていこうとは思ってるけど、全君もまた新しい形になるし、言ったら自分がいた今9年前8年前とか9年前かはとまた違うし、この言ったら女の子グループの海外というかもう違うし、そういうのを考えると何ですか違う自分から出た毛が舞っていたので静かにそういうのを考えると、やり方を変えるっていうよりは全君の良さを残したまま試行錯誤をまたしていこうかなって思って、その話もしたよね。ネオ全君ってこと。そうなんかね、いろんな方にさ全君青春やったとかさ、言われたんだよね。それこそ武道館の終わりの日とか特典会とかで、マジで全君が青春だったわって、すごく思うんだけど、
青春って別に終わんなくていいと思ってるから、青春ができる場所はずっとあってもいいと思うのよ。だってさ、まあちょっと私一回も見たことないんだけど、同窓会とか行くとみんな多分楽しかったりするでしょ、知らんけど。見たことないからなんか地元帰ってさ、みんなで飲んだりさ、そういうのも多分青春を思い出したりして多分楽しいと思うんだけど、なんかそういう場所になればいいなと思ってる。全部君のせいだをやり続けたい子供メンタルってわけじゃないんだよね、今。なんかわかる？わかるよ。なんか、みんなそれぞれのグループを大事にしてる、そんなあったけえグループがいっぱいある事務所みたいな、どっちかっていうとそっちが先行かなって感じなんだけど、すごいその青春というか、みんなが楽しいわとか感情を出せるわとか、いろんなこと一緒に経験したから青春って言うじゃん、そういう場所でずっとありたいなって思うだよ。いつでも帰ってこれるね。そうっていう場所がいいなと思って。だからもうなんかいろんなとこ行ってさ、いろんなグループも多分今多いし、それこそバンドさんとかもさ、やっぱどんどん増えたりはしてるじゃん。まあ確かにその分減ったりもしてるかもしれないけど、そういう人たちのところに行ってても、あ、全君聞きたいなってふと思った時に来れる場所があったらいいなと。3月14日に新メンバーを広め。それはちょっともしかしたら前日はいつものことごとくバタバタしてるからないかもしれない。新メンバーのお披露目もどっかのタイミングでもしかしたらするかもしれないし、3日後までしないかもしれないけど、多分いつものパターンだと先に出してる気がする。写真だけでも。でもマジで本当に決まってないのまだ。その決まってないのは平らで決まってないんじゃなくて、ガチ悩みで決まってないから。だから多分ギリギリに発表ってこともありえます。ギリギリまでちゃんと悩みたいっていうのもあるしね。笑い合いたいのよ。みんなでね。まあ楽しく真剣に活動がしたい。そうね。だしやっぱ普通になんだろう、自分たちもその新メンバーを愛したいし、新メンバー自分たちも愛さないと愛されないと思ってるから、それぐらい言ったらむずいよ。だって8年9年は1日たりとも休まず努力し続けた6年に並ぼうっていうメンバーだから、本当にそういうメンバーを探すというか、一緒に頑張れ、そこに無理やりここに並びなさいって感じじゃないけど、一緒にね対等にね並べるようになる人、そういう気持ちをね、持ってくれる人。天然で過密スケジュールにならないよう体調だけお気をつけて。体力だけはあるから。そうなんだよね。多分一応みんな気をつけてはいるよね。風邪とかもだいぶ気をつけてるし。何してんの？これ書いてた。ポリ多分大丈夫かな。過密スケジュールは一応スタッフさんもね考えてこうやってやってくれてるから。あと暇が嫌だっていうのも喋ってたよね。ね、結局ね一度それこそ休を経験してるし、うちらもね結局これで休を経験したからだけど、病んでしまうから。本当に余計なこと考えるんだよね。その時間。私は筋トレしてるんで。すごいや。できないそんなの。すごいや。でも結局だから筋トレとかしなかったらやばいかもね。そうかもね。本当に病んだもん。活休始めらへん。どうか思ってから？もう活動やめようかなとか。そういうネガティブ思考に考えてた。何が引っ張ってくれたの？やめた想像した時自分が。何もしないんだろうなと。きっとなんていうの、今はライブして生きてるって感じてるけど、生きがいみたいなね、そうなってるけど、それに値するものないなって、もしやめた時にね、ってなってやっぱやめられないかもってなった。生きがいね。そう生きがいですよ。ここがないと。コモチも一回悩んだもんね。悩んだね。あれはでも生理期の時だったもんね。そう、まだ前期に入る全然前だったからあれだけど。でもあの時のコモチの悩みは分からんでもない。だってあれだよね、うちが多分マシとか抜けた時とかと同じぐらいの感じだよね。なんかな、エッグマンで話した時だよね。
でもその時はめぐみんが抱きしめてくれて、もし辞めるんだったら私に歌を教えて週ごとに通いに行くからってそうこれはコーチの人生だからって言ってくれたの覚えてる。ね、そうね。社長生徒の歌に。そうそう。歌はやりなって。うん